こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回は BB 戦士ゴッドガンダムを作成していきたいと思います。ゴッドガンダムってかっこいいですよね。リアル闘神はもちろんかっこいいですが、SD 体型になってもゴッドガンダムはかっこいい。スパロボでゴッドガンダムをフル改造して遊んでいた身としては、この SD 体型ゴッドガンダムにはかなり思い入れがあります。さて、雑談はここら辺にして、早速作成するゴッドガンダムをチェックしていきましょう。はい。こちらが今回作成する BB 戦士ゴッドガンダムになります。箱の大きさは紙で言うと B5 くらいかな。そこまで大きくないですね。箱の中身は説明書とシールが1枚。オリキャップランナーが1枚。通常のランナーが4枚入っていました。BB 戦士では標準的な内容だと思います。さて、箱の中身を確認して、パーツの欠損や破損がなかったので、ゴッドガンダムの組み立て作業を始めたいと思います。今回組み立てに使用したのは、タミヤの薄刃ニッパー。少々お値段が張るだけあって、かなり高性能なニッパーになっています。一本持っておくと色々融通が利くのでおすすめでございます。はい。こちらが組み立てが終了した BB 戦士ゴッドガンダムになります。これは、かっこいいじゃない。ゴッドガンダムの良さを消すことなく、うまくディフォルメされていると思います。さて、このままでも十分かっこいいのですが、合わせ目や肉抜き穴が気になる。ということで、気になる部分を改造していきたいと思います。それではゴッドガンダムの改造を始めていきたいと思います。まずは側部の肉抜き穴を処理していきます。はじめにアルミホイルを使用して、ある程度肉抜き穴を埋めてしまいます。この作業を行うことで、肉抜き穴を埋めるために使用するエポキシパテの量を節約できます。エポキシパテも多く使えばそれなりにコストがかかってしまいますので、一つのエポキシパテでできるだけたくさんガンプラを作れるようにしましょう。アルミホイルを肉抜き穴にある程度詰めることができたら、エポキシパテを、アルミホイルの上から詰めて、肉抜き穴をすべて埋めていきます。パテを詰める作業には、常食スティックや、スパチュラなどがあるといいかもしれません。まあ、今回のゴッドガンダムのように、肉抜き穴が大きい場合は、指で押し込んだ方が早いかもしれません。さて、肉抜き穴に詰めたパテが乾燥したら、パーツの形に合わせてパテを成形していきます。まずはユーターを使用して大まかにパテを削り、ある程度形を整えたら、彫刻刀、鉄やすり、紙やすりを使用して、パテがパーツとつらい位置になるように丁寧に削ります。パテをきれいに削り終えたら、足裏のディテールアップを行います。この作業には、ディテールアップパンチを使用して、切り出した 0.3mm のプラ板を、瞬間接着剤で、足裏に貼り付けていきます。足の裏側は基本的に見えないので、このディテールアップはやらなくてもいいのですが、ゴッドガンダムはね、大好きな機体なのでいくらでも手間をかけることができてしまいます。不思議ですね。はい。続いて腰部の改造を行いたいと思います。まずは腰部の裏側中央部分に穴を開けていきます。穴を開ける位置を、ガンダムマーカー墨入れペンを使用して、パーツに目印を書き込んでいきます。印は脚部の位置と揃うように、ゲート跡や腰部ジョイントの位置を意識して書き込みました。ペンで印を付け終えたら、毛書き針を使用して、印の中央部分に傷をつけます。毛書き針で傷をつけ終えたら、ピンバイスを使用して、パーツに穴を開けていきます。今回ゴッドガンダムの腰部に開けた穴の大きさは 3mm になります。腰部に 3mm の穴を開けることで、別売りのアクションベースにゴッドガンダムを飾ることができるようになりました。腰部の改造が終了したので、続いて頭部の改造を行いたいと思います。まずはアンテナの先端を尖らせる改造を行います。はじめに紙やすりを使用して、アンテナの先端を平らに削り、のりしろを作っていきます。紙やすりを使用してアンテナの先端を平らにできたら、毛書き針を使用して、アンテナの先端に傷をつけます。アンテナの先端に傷をつけることができたら、ピンバイスを使用して、傷を目印に 0.5mm の穴を少しだけ開けます。アンテナの先端に穴を開け終えたら、穴の中に金属の芯を差し込みます。
この金属の芯は 0.5mm の裁縫針を使用しました。アンテナに芯を差し込み終えたので、続いてアンテナの先端にプラ板を貼り付けていきます。今回使用したプラ板は、100均で購入した 1mm 厚のプラ板。このプラ板の中央に金属の芯と同じ大きさの穴を開けて、アンテナの先端に貼り付けていきます。プラ板を貼り付けるのに使用したのは、瞬間接着剤。今回はアンテナの先端に4枚貼り付けました。瞬間接着剤が乾燥したら、ニッパーを使用して、貼り付けたプラ板を大まかに切っていきます。ニッパーを使用してプラ板を切った後は、鉄ヤスリと、紙ヤスリを使用して、アンテナに貼り付けたプラ板を削っていきます。アンテナが鋭くなり、触るとチクチクするくらいまで削れば作業終了です。続いて頭部にある合わせ目を消していきます。合わせ目を消すのに使用するのは、クレオスの流し込み接着剤。この接着剤を合わせ目にたくさん流し込み、合わせ目に流した接着剤がプラスチックを溶かすまで、30から40秒時間を置きます。少々時間を置いたら、パーツ同士を思いっきり貼り合わせます。この時、合わせ目から溶けたプラスチックがむにっとはみ出てきたら、合わせ目は綺麗に消えていると思います。さて、はみ出たプラスチックが乾燥したら、デザインナイフを使用して、はみ出た部分を切り取ったり、カンナ掛けをして、パーツをきれいにしていきます。デザインナイフを使った後は、鉄ヤスリと、紙ヤスリを使用して、パーツに残っているプラスチックをきれいに削り切ります。合わせ目部分のプラスチックを削り切ることができれば、頭部の改造は終了になります。はい。それでは最後にコテの改造を行います。まずはコテについているモールドを、彫刻刀を使用して、削り落としていきます。大雑把にモールドを落とすことができたら、鉄ヤスリを使用して、モールドを消したパーツの表面をきれいに整えていきます。この作業でパーツとモールドの上にあった、邪魔なパーティングラインを消すことができました。続いて先ほど消したコテのモールドを作り直したいと思います。モールドの復元に使用するのは、側部の改造時に出た 0.3mm のプラ板の端材です。このプラ板を細い三角形に切り出し、流し込み接着剤を使用して、切り出したプラ板を固定します。位置の調整は接着剤が乾かないうちに、デザインナイフを使用してプラ板を動かしていきましょう。これでゴッドガンダムに行うすべての改造は終了になります。はい。こちらが改造作業が終了した BB 戦士ゴッドガンダムになります。合わせ目消しやシャープ化、そして各部の肉抜き穴を埋めた結果、かなり見栄えが良くなりましたね。地味な改造ですが、時間をかけて作業した甲斐がありました。いい感じで改造ができているので、この後にサーフェイサーを吹き、改造作業でできた細かい傷を消しつつ、塗装ができる状態に持っていきましょう。はい。こちらがサーフェイサーを吹いた BB 戦士ゴッドガンダムになります。パッと見る限りでは、パーティングラインも消え、合わせ目部分に引けがなく、肉抜き穴を埋めた部分も辛い位置になっているので、このまま塗装作業に入ることができそうですね。それでは塗装を始めていきます。塗装を始める前にゴッドガンダムを一旦バラバラにして、パーツをクリップにつけましょう。準備が終了したら塗装を始めます。まずは腰部や肩の赤色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのモンザレット。かなり明るい赤色なので、ガンダムタイプの塗装にぴったりの色ですね。今回使用したモンザレットは、比較的隠蔽力が高いので、4回程度塗装を繰り返すと綺麗な塗膜になると思います。続いて胴体や背部の青色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのガンダムカラー、RX78-2、ガンダムブルーです。ガンダムタイプの青色に迷ったらこの色を選んで塗装するのが無難ですね。この色は寒色なのですが、あまり隠蔽力が高くないので、青がしっかり発色するまで丹念に塗装を繰り返しましょう。続いてゴッドガンダムの頭部等に使用する白色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、シタデルカラーベース、コラックスホワイト。隠蔽力が非常に高い白色なので、そこまで塗装を繰り返すことなく、綺麗な塗膜を作ることができる優れものです。
続いてアンテナやバルカンなどの黄色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、シタデルカラーベース、アバーランドサンセット。先ほどの白色と同様で、この黄色も隠蔽力が非常に高い塗料になります。黄色の塗装で悩んでいる場合は試してみてもいいかもしれないですね。続いて関節などに使用する灰色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、タミヤのジャーマングレー。この色はガンプラの関節に使用する定番色ですね。特にこだわりがなければこのジャーマングレーを塗るのが一番です。はい。塗装が終了したので、続いてゴッドガンダムに墨入れを行います。この塗装に使用したものは、タミヤの墨入れ用塗料ブラックです。今回作っているキットは BB 戦士なので、色が濃い塗料で墨入れをしてもあまりくどくならないと思い、真っ黒の塗料で墨入れをしてみました。続いて各部にある排気口などの塗装を行います。この塗装に使用するのは、タミヤエナメル、フラットブラックです。この塗料を希釈せず、ゴッドガンダムの各部を塗りつぶしていきましょう。さて、墨入れを行った塗料が乾燥したので、エナメル溶剤と綿棒を使用して、パーツのモールドからはみ出ている塗料を拭き取ります。この拭き取り作業は、綿棒に力を入れてパーツをこすると塗料が剥がれてしまうので、あまり力を込めずに優しく塗料を落としましょう。はい。こちらが全ての塗装作業が終了した状態になります。ここまで来ると完成はもう少しですね。艶消しクリアーを吹いて最後の仕上げを行いたいと思います。それでは最後の仕上げを行います。まずはゴッドガンダムの目を、タミヤのナトーブラックを使って塗装します。目の塗装が終了したら、付属のシールをゴッドガンダムに貼り付けます。シールの貼り付けですが、頭部の合わせ目を消したので、付属のシールをそのままの状態で貼ることができなくなってしまいました。なので、付属のシールを目元の大きさに合わせ、カットしてから貼り付けます。シールを貼り付けた後は、綿棒を使用して、シールをパーツに圧着させます。この作業で多少シールのシワが取れるのですが、今回はピンセットで強くシールをつまみすぎたためか、少し傷がついてしまいました。さて、残りのシールをパーツに貼り、アンテナを頭部に取り付けたら、BB 戦士ゴッドガンダムに行う作業は全て終了になります。それでは完成した BB 戦士ゴッドガンダムをご覧ください。はい。こちらが全ての作業を終えて完成した BB 戦士ゴッドガンダムになります。これは、かっこいいじゃない。シンプルな改造と塗装を行っただけですが、丁寧に作業をするとかなりかっこよく仕上がりますね。さすがはゴッドガンダム。はい。ゴッドガンダムのポーズを少し変更してみました。ゴッドスラッシュを持っているとよりかっこよさが引き立ちますね。さて、それでは今回の作成作業で失敗した部分の話を。まずはアンテナ。サーフェイサーを吹いた時点ではミスなく完璧に仕上がっていると思っていたのですが、シャープ化のためにプラ板を重ねたところが少し欠けていました。塗装をしている段階で気がついてしまったので、アンテナは修正しないで放置。続いての失敗した部分は目のシールです。私の計算では頭部の合わせ目を消しても、スムーズにシールを貼れるはずだったのですが、全く貼ることができず、シールの大きさを調整しないといけなくなりました。以上が今回の作成で失敗した部分になります。それでは最後に、ゴッドガンダム作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。また何かプラモデルを作ったら動画にして投稿していきますので、その時は改めてご視聴していただけると幸いです。ではまた次回。さよなら。Are you listening?